それで東野マンホロネットの多田さんと、それからプラスアルファコンサルティングの坂さんと連名で発表でございます。で、データを私の方はかなりベタに、各社メディアのデータとツイッターのデータで見ました。で、気仙沼、陸前高田、大槌の3カ所に絞りまして、これは例えば NHK さんの気仙沼発災直後からまだ津波が来る前から、固定カメラがあったので、その模様等を、報道しているということで割と回数が多い。大槌は、午後に1回、2回と出てますけれども、陸前高田が出てくるのは随分後になってからだということがまた全体で少ないということもよく分かると思います。でこれはプラスアルファさんの見える化のテキストマイニングからマッピングしてみますと、気仙沼は現在の様子とか火災とか津波とか映像など割と具体的な言葉が多い、外から見てるんですけど多少具体的な言葉が入っている。一方大槌の場合は数はそこそこあるんですけども、宮古、大船渡、山田町などとですね、周りの地名は出てきますけど被災地の具体的な状況とはほとんど出てこない。陸前高田はそれもさらに少ないというようなことが分かります。で JCM さんの方のニュースデータで、これは1週間なんですけど見ますと、大槌は全体に少ない、陸前高田、気仙沼は比較的それよりは報道されているというようなことはざっと分かります。から朝日新聞さんの記事データ、これもテキストマイニングだけ時間がないのでやりましたけども、この場合には気仙沼、陸前高田、大槌あまり大きな違いはその1週間ではですね見られない、細かく見ればあるんですけどもというようなことが言えると思います。一方ツイッターで見まして、これはオリジナルツイートだけ、1週間でちょっとジオタグ解析してないので、ちょっとそこは本当はしたかったんですけども、気仙沼が発災直後オリジナル非常に多い、一方陸前高田、大槌はかなり少ないということです。これは気仙沼にいる人では必ずしもありませんので、例えばテレビの映像等を見てですね、気仙沼大変なことになっているというようなことも含めてであります。もちろん人口ですとか関係者の数とかさまざまなファクターがあるので、これだけでああだこうだというのは危険ですけれども、じゃあどういったツイートがあったのかということを見ますと、意味属性で見ると、教えてほしい、頑張ってほしい、無事にしてほしい、連絡してほしい、知りたい、くださってほしい等々、外から心配している、何も入ってこないというようなことが膨大な数で、書かれていると。で2番目が不可能で取ることができない、連絡取ることができない、確認できない、おばの安否が確認できない、ネットじゃ見れない等々で、この2つが意味属性で取ると一番多い2つであります。それで、先ほどもあったように被災現場被災者からの直接的な情報発信ほとんどなかった。でこれは1時、2時、3時という情報にとりあえず分けてみましてですね、本人が直接体験して発信したのが1時、から知り合い、家族等が電話やメール等で、というのを2時、第三者メディア等を見てというのを3時にしますと、例えば、左側が11日で右側が17日なんですが、陸前高田で一時情報が、ごめんなさい、これ1日を一緒にしてたら一時情報分解したもので言いますと、2件、二次情報4件、3次情報が81件というのは11日で、数が多いのでこれ全部目で読みましたので、12、13、14、15日はその解析しないで、17日だけ見ますと1次情報4件、2次情報80件、3次情報240件ということで、ほとんど1週間経っても中からの発信というのはされてないと。で大槌でもほとんど似たような状況で、大槌は一次情報は0、1週間後に6件というような形になっています。ごめんなさい、これがその今のところ拡大して、見たところであります。でちょっと一時情報の例ということで言いますと、大槌は一時情報なしなんで、二次情報みんな大丈夫か、今学校にいるので僕は無事ですか、釜石大槌の人が1回目の地震の後では連絡取れましたというので2時ということにしてますけれども、こういうような、ツイートがあります。陸前高田の第一報、こちら陸前高田市気仙が増水して家流されていますが、つながりますかと。でこのツイート ID の方は後で全く、少なくとも1週間後まででは1回も発信されていません。それから夜になって今の現状を受けたら認められないものすごい惨劇を目撃したというようなことがありまして、そういった例で、データから見えないものということで、そもそもデータにならないものがあるということは、そういうことによっていわゆる情報の空白地帯が発生している。それをどう見るかというのが問われているかなと。もちろんもっとデジタル的に見れるようにしようというのもあるんですけど、あるところから先はデジタルの世界は動かなくなります。でその時にはそのアナログ的な手段とも、連携する必要があるんじゃないかと。そういったことを現場に足を運ぶ、かなり初動の段階から現場に行って情報を取れるようなことというのをすること、そこにデジタル手段とか臨時の通信手段とか必要かもしれない。最後この成果に関しては現地に今検証調査を頼まれていますので、それをしようということと宣伝になりますので、来月というプログラムの参
しゃる通りだと思うんですよね。それでさっきの丸×をつけてるでしょ、みんな現場でね。それでこの情報が、共有できるっていうことができるようになると、はい、とても何か別のことにも役に立つかもちろん今すぐそれをやるのすごく難しいことはよくわかるけど、こういう方向に、道は何かお考えですか？ケスマシさんは機械化さんが直後にツイートされてますけど、僕も佐藤課長からお話聞いて5時間ぐらい携帯動いてたんですね。ただそれがフィードバックする形になかなかなってないので、そこの仕組みをちゃんと作るということが重要か。それからやはり被害がひどいところほど情報来ないのが分かってる、そこへとにかく、情報収集資源を投下するという警察消防を含めてですね、そっちがないと、今警察1万人情報収集派遣先遣隊作って切り替えましたけど、そこの連動が非常に重要かと。その情報がないところこそその被害が大きいという、だからその先生方おっしゃった通り、いち早くそこに集中的にというお話もありました。私も最初は、津波が来てすぐ引いて助けに行けばいいと思っておりましたが、引いても瓦礫であったり道路が開かない、埋まってる水自体が引かない、だからそれこそ近くにも寄れないということもございます。なくてないから危険なのは分かるけれどでも行けないという、そういう矛盾もあり、はい、ただそれが、翌朝なり、対応可能な時点からすぐ行くべきところだというのには活用できるかなというふうに配置をしております。